皆さんこんにちは。情報科学研究科情報エレクトロニクス専攻の末岡です。学部は工学部情報エレクトロニクス学科電子情報コースという学科になります。若い方、高校生の方は工学部から、研究に興味のある方は情報科学研究科という大学院から検索していただくと、よろしいかと思います。今日はサステイナブルウィークの中日ということで、持続可能な社会と情報エレクトロニクス技術の関係について少し考えてみたいと思います。その後で少し私たち北海道大学での取り組みについてほんのちょっと触りですけれどもご紹介をしたいと思います。私たちの住んでいるこの世界の中には非常にたくさんの電子技術を使った製品あるいは工業技術があります。でその電子技術を使ったさまざまな製品には電気が使われているわけですけれども、例えば発電所で生成された電気エネルギー、あるいは電池に蓄えられた電気エネルギー、その源はいろいろな形がありますけれども、そこで、電子がエネルギーを得て、その電子が電線を通って機器に流れて、そこでそのエネルギーを消費することでさまざまな機能とかあるいは計算とかそういったものが行われています。でこうした電子に与えられたエネルギーをうまく利用していろいろな機能を発現したりいろいろな処理をしたりする、そういう技術のことをエレクトロニクスと呼んでいます。電子のエレクトロンと技術のテクニック、これを2つ合わせた一つの造語であるわけですけれども、日本語では電子工学と呼んでいます。北海道大学の中では残念ながら電子工学と呼ばれている学科はなくなってしまいまして、情報科学研究科あるいは工学部の情報エレクトロニクス学科というところにその一部が残っていますが、私たちもその中でこの電子工学に関する研究活動を行っています。でこの電子工学というあるいはエレクトロニクスというのは、電子を使ってさまざまなことをするわけですけれども、実は電子と光というのは非常に相性が良いんです。で光のエネルギーをもらって電子がエネルギーを得る。で光あるいは高いエネルギーを持っている電子がエネルギーを失って光を生成する、そういうことができます。ですからエレクトロニクスという技術の中にはこの光を使った技術がたくさん含まれます。で特に、特徴的なのが、LED、 これは皆さんのご家庭でも最近は非常にたくさん使われるようになって、実際ご自宅の電気を LED 電球に変えた方もたくさんおられると思います。でこれは半導体という結晶の中で電子の持っているエネルギーを光に変換する、そういうデバイスです。その効率が他の電球に比べていいということで、省エネルギーの証明として注目されているわけです。で一方で光のエネルギーを得て光を電子のエネルギーに変換する、そういうデバイスが太陽電池と呼ばれているものです。でこの太陽電池も最近では非常に注目されているわけです。ただまだ効率が十分ではないということでたくさんの研究課題が残っているというのが現状です。でこのように、光に関係する技術のほかにエレクトロニクスと呼ばれる技術は非常にたくさんの領域に寄与しています。例えば医療ですとか、あるいは自動車とか鉄道といったそういう社会インフラを支える技術ですとか、あらゆるとあらゆるところに電子技術が使われています。例えば自動車なんかを見てもらっても分かるかと思うんですけれども、センサーあるいは制御、あるいは最近では電気自動車というのが使われておりますから、電気自動車のバッテリーの制御、あるいは機械的なエネルギーをバッテリーに戻すためのそういう制御、そういったところにさまざまな電子的な部品が使われています。で例えばこの持続可能あるいはその省エネルギーということとエレクトロニクスということを考えるのに一番分かりやすいのは、例えば最近では今年はテレビに対してはとても特徴的な年になったと思いますけれども、例えば昔のテレビはここにも会場にはかなりご高齢の方もおられそうなので、真空管なんかを使っていた時代をご存知の方はかなり大型で消費電力をたくさん消費をしてでしかも大した画質でないというものから、今はハイビジョンで液晶で非常に薄型のテレビがあって消費電力もその何十分の1にもなっていると、そういう時代になっています。でまたスマートフォン、
こういったものも今年はいろんなエポックメイキングなイベントがあったと思いますけれども、これも携帯電話という電話の発明とともに、電話という概念を単なる通信、言葉の通信手段という手段から情報を共有する手段ということで、大きくその役割を変えてきました。で、これらはわずかなエネルギー、少ないエネルギーでたくさんの機能を発現しようという、そういう試みをした結果生まれた技術の集大成です。ですから、それぞれの技術にはわずかなエネルギーでたくさんの処理をするものが入っています。ところが問題は、そういった省エネルギーの技術に関する工夫というのはこれまでずっと行われてきたんですけれども、それ以上に私たちが日常的に扱う情報の量が増えてきたということです。今多分この中継もユーストリームを通じて、世界中に流れている可能性がありますし、またツイッターなんかで情報のフラグメントがこの情報空間の中を行き来しているわけです。で、こういった非常にたくさんの情報を扱うということになったわけで、一つ一つの機能がの省エネルギー化というのが進まれている一方で、使う情報技術がものすごく莫大になったということです。ですからそのエネルギーがどれぐらいその情報を処理するのに必要かということをよく考えて、新しい技術を開発するということが必要になります。例えばそれを簡単に説明しようとすると、こんな図で説明するのがよろしいかと思います。例えば、一つのビットを記憶する、1ビットと呼んでますけれども、これは情報を記憶するときに使う一番最小の単位です。で、これはメモリーというデバイスの中にキャパシターというデバイスがあります。そこに電子を貯めることで一つのビットを記憶します。で、その時に電子をキャパシターに放り込むときに、わずかエネルギー、電源から得られた電子のエネルギーを使います。で、またこのキャパシターから1という情報を0に戻すときに、キャパシターに蓄えられた電子をすべて抜き取ります。で、その時にやはりキャパシターに貯められた電子のエネルギーを失うという操作になります。ですから1ビットの記録をして、その記憶を消す、1、0を切り替えるということにエネルギーを消費するわけです。で、またこれと同じようにですね、計算をするときにも同様にエネルギーの消費を伴います。で、これをいかに少なくするかというのが問題になるわけですけれども、これまでいろいろな工夫がされてきました。で、一つは、このエネルギーの段差に相当する駆動電圧と言われている電圧をちょっと小さくしていこうということで、どんどん少ない電圧、つまり少ないエネルギーで、情報を記憶することを実現してきています。また一方で、使う電子の数を少なくするという、そういう工夫があります。例えば今、100個あるいは1000個の電子、あるいは1万個の電子で記憶していたものを、たかだか1個の電子で1ビットを記憶するような、そういう機能ができないか。で、これは実際にこれをすることができます。ただし、まだ実用的なデバイスにはなってないわけですけれども、そういった試みはいろんな形でなされています。で、計算、その記憶ということに関してはもちろんそうなんですけれども、先ほど申し上げたように、計算についても同じような問題が起きます。例えば古い電卓の写真を載せましたけれども、古い電卓はたかだか 1+1 あるいは 100×100 の計算をするのにもなかなかこの計算機の温度が熱い状態で計算をしているわけですね。で、ところが今私たちが手元に持っている電卓は暖かくなることがありません。それだけその計算に必要なエネルギーが少なくなっているということの象徴なわけです。ところが一方で、私たちの持っているノートパソコンを使ってみると、ノートパソコンは持ってるだけでどんどん暖かくなってる、熱くなってます。なんか電気安価みたいな暖かさになっているのが、最近のノートパソコンだと思います。で、このノートパソコン、一つ一つの機能というのは、今持っている現在の電卓と同じぐらい消費電力が小さいのですけれども、扱うデータ量の数がものすごく多くなってしまっています。あるいは使う計算のスピードが速い、1、0を切り替えるスピードが速くなっています。ですから結局トータルとして消費でエネルギーが増えているということになるわけです。で、それの象徴的なものが、例えば Google のデータサーバーを見ていただくといいと思います。Google というのは皆さん必ず、インターネットを使える方は使ったことがある検索サーバーですけれども、これは
これぐらい広大な敷地の中にデータサーバーを置いてあります。これだけの量の計算機がないと、世界中の情報を集めて、世界中の人たちにその検索サービスを同時に提供するということができません。ですから、これだけでも発電所1個分ぐらいの電気を消費しているというふうに言われています。で、こういったことに対する技術をこれからますます開発していくことが必要です。もちろん情報をいかに有効に扱うかという情報技術としてのソフトウェアの技術の開発も必要なんですけれども、さらにエネルギーを少なくしながら高機能を出現するためのハードウェアの技術開発も必要になります。例えば私たちの学科ではそういったことにチャレンジしている、挑戦している研究室がいくつもありまして、材料から原理からそれからシステムに渡るまでいろんなそのアスペクトでブレイクスルーを生み出そうという挑戦をしています。キーワードはこんな形のものがあるんですけれども、それぞれはまたネットワークかインターネット経由でですね、調べていただけるといいかと思います。でその中でも北大が得意としているものの一つの中に結晶成長技術というのがあります。これは福井教授、本久教授らが行っている研究の一例でありますけれども、半導体の結晶を非常にうまく作って、それを利用して単一1個の電子でいろんな機能、あるいはいろんな計算をさせる、そういったデバイスの開発、あるいはこの結晶技術をうまく応用して新しいタイプの太陽電池を作る。最近北海道新聞なんかでご覧になった方はそういう記述があったかと思いますけれども、そういった技術開発を行っています。それからもう一つ、私どもが行っている研究の中に電子のスピンを利用するという技術があります。これは今まで電子はエネルギーを与えてある発電所から持ってきて、その電子のエネルギーをうまく使っていろんな機能、計算をさせたり記憶させたりということをしているんですけれども、それは電子が持っている電荷という性質を使っています。でそれに対して電子のスピンという性質を使おうと。でこれは電子が小さい磁石であるという、そういう性質を使います。で電子が1個だけだとちょっと役に立たないんですけれども、いくつか集まりますと大きな磁石になります。皆さんが持っている永久磁石というのは、この電子のスピンが一緒ある方向に揃っているから、小さい磁石が大きな磁石として機能している、そういう物質です。でその一部を切り替える。そうすると一部だけスピンの情報が変わるんですけれども、これを利用しているのがハードディスクです。ハードディスクの中ではこういうふうに強磁性体と呼ばれている強い磁石なんですが、その磁石の一部のスピンの情報を切り替えて情報を記録しています。でこの性質をさらにもっともっと突き詰めていって、1個の電子のスピンの持っている電子が持っているスピンをうまく使う、あるいはわずか数個の電子の持っているスピンをうまく使う、そういったことで新しい機能を実現させようという技術がスピントロニクスと呼ばれている技術です。で私たちの研究グループの中でもこのスピントロニクスを使ったさまざまな技術開発を進めています。で例えば半導体レーザーの中でスピンを利用したスピンレーザー、それから原子核の持っているスピンをうまくこの電子のスピンと組み合わせて量子的な情報処理とか通信を行うという研究、あるいは半導体だけではなくてカーボンナノチューブとかグラフェンといった新しい材料を使ったエレクトロニクス、そういったところをこういったスピンを使った技術と組み合わせて新しい方向を切り開いていこうという取り組みをしています。で私たち電子技術はエレクトロニクスをやっている技術者はいかに小さい領域にたくさんの機能を詰め込むかということを進めています。ですからこのナノ領域、ナノメートルという小さい領域になってくると、機能を小さくしてくるとナノメートルというですね、小さい領域でいろんな機能を実現しなきゃいけなくなります。で例えば私の使っている顕微鏡でこういうナノ領域を見ますと原子の世界が見えてきます。でエレクトロニクスもこうした原子の世界での技術開発というのが必要になると同時に、新しいその顕微鏡技術も必要になります。で例えば私がやっている研究は、こうしたスピンの情報を原子のレベルで見るための顕微鏡の開発というものです。でこの顕微鏡を開発することで新しいそのスピンを使ったいろんな電子デバイスを開発するときに役に立つ、そういう基礎的な技術だというふうに考えています。
これはトンネル顕微鏡と呼ばれている量子力学的なトンネル効果を利用した顕微鏡の一つです。でその他に原子と原子の間に働く相互作用を測る、そういう顕微鏡があります。でその顕微鏡の中にスピンの情報がどれぐらい含まれているかということを調べる新しいタイプの顕微鏡の開発も進めています。これはその顕微鏡の開発している顕微鏡の一部の写真ですけれども、これを交換相互作用力顕微鏡というふうに呼んでいます。こうした先端的ないろんな研究開発を進めているわけですけれども、これは私どもが研究を進めるというそういう視点もありますけれども、もう一つの視点としては、この分野で働くあるいは活躍する技術者とか研究者を私たちの研究をやりながら育てていきたいというそういう思いの中で進めているものでありまして、こうしたいくつかの研究テーマを進めながら学生諸君と一緒に若い人を育てるということをやっています。でこのエレクトロニクスという領域は特に世界競争が厳しいところです。で世界的なその技術競争の中で培ってきた力によっていろんなものが開発されてきています。ですから私たちの研究も当然のことながら世界レベルであると同時に競争の中でいろんなことを進めています。ただこれからは競争だけではなくて、協調をしながら世界の人たちといろいろ共同しながら新しいことを進めていかなければなりません。ですから工学部では特に海外の研究をベースにしたインターンシップですとか、あるいは国際会議の派遣なんかを一生懸命やっていて、こういう共通をしながら新しい先端技術を進めていくということを積極的に行っています。でまたその異分野との連携というのもエレクトロニクスの技術産業は非常に得意です。医療であったり、あるいは、農学とか水産だとか、そういったものとの共同研究が盛んにできる領域です。で実際この北大というこういう大きなフィールドの中で、科学あるいは生物、農学、医学、水産、実際我々もおしょろ丸って水産の船に乗りながらちょっと実験をしたりとか、医学部の先生と相談をしながら新しい電子技術開発について議論をしたりとか、そういったことをやっています。ですから、ぜひ北大何かに興味がある人たちは、ただ単に科学、生物、医学、そういった領域だけではなくてですね、エレクトロニクスという視点からこういう領域にいろいろ寄与していきたいということも考えていただきながらですね、私どもと新しい研究を進めていきたいなというふうに思っています。以上です。